はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。はい、2022年も始まりました。2022年もはい、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、今日は、全く新年とか関係なくリクエストにお答えしていきたいと思います。はい、しかも結構大変なテーマになります。で、なんか似たようなリクエストを2ついただきましたので、一緒にお答えしますね。はい、まず1つ目、おはようございます。はる先生。おはようございます。最近、日本のニュースによって富士山爆発推測がある。富士山が爆発するかもしれないというニュースですね。はい。とっても心配します。はい、とても心配です。日本の人たち、みんな被災、災禍の前に、災害が来る前に、のためにどんな準備をすればいいんですか。はい。災害のお話ですね。富士山の噴火、爆発ですね。はい。で、もう一つ。春先生は災害を体験したことがありましたか。日本の災害についてお話ししていただけませんか。はい、この2つのリクエストありがとうございます。はい。新年早々、災害のお話になりますけれども、まずね、私は災害を体験したことがありますかというお話なんですけれども、もちろんありますね。一番大きいのは、やっぱり東日本大震災ですね。東北地震になります。その話したことあったっけな。あったっけ。私がその東日本大震災に被災した時は2011年だから、高校生でしたね。高校3年生だったと思います。高校3年 ?2 年とかそこら辺だったと思います。はい。で、高校に行ってたんですけど、その時ね、起きた日にちは3月11日、311と言われるんですけど、3月11日は春休みだったんですよね、ちょうど。で、私はでも午前中だけ学校にいたんですよ。部活かなんかがあったか、勉強してたかどっちかなんですけど、で、帰ってくる時に、その時に、私高校生の時すっごい映画をばっかり見てたんですよ。毎日映画一本見てるぐらい映画にハマってた時期で、当時ね、今はもうなくなっちゃいましたけど、ツタヤっていうビデオレンタルショップに行ったんですよ。まずね、学校帰りにね、そういうとこ行っちゃいけないんだけどね、本当は。本当はダメ。なんだけど、行ってビデオをこう選んでたんですよ。そしたら、ラックビデオがこうやって置いてあるラックがこう、すごい揺れたんですね。で、私は音楽を聴いてたんで、外の状況とか全然わかんなくて、そのラックをこう私がこう見てた時に、後ろ側に人がいて、その人がこう揺らしてんのかと思ったのね。で、いやいや、そんな迷惑な人いると思って、誰だよと思って、後ろパッて見たら、誰もいなかったんですよ。おやと思って、じゃあこれは誰かが揺らしてるんじゃないって思った時に、すごい揺れが来て、すごく強い地震が来て、うわ、地震だと思ったんですよね。で、DVD とか上から落ちてくるし、めちゃくちゃ怖くて、で、周りもみんないないんですよ、誰も。お昼だったし。そしたら、そのスタッフさん、その店員さんが、逃げてくださいって言って、この私の手を引っ張って、外に出してくれたんですね。でその時に、もう立つことが、難しくはないけど、ちょっと不安定になるぐらい、すごい揺れてて、お店の看板とかがいろいろあるんですけど、もう揺れてるのが見えるんですよ。で、窓ガラスとかも揺れてて、すごく怖かったなっていう思い出はあります。はい。で、すぐにね、家に帰ったんですよ。で、確かに地震は大きかったんですけど、東京でね。でも別にどこかが壊れたとかはなくて、いや、すごい大きな地震だったなと思って、
家族は大丈夫かなと思って家にすぐ帰ったんですね。でそしたら大丈夫、家族は全然大丈夫だし家のものは何も壊れてなかったんですけど、その時にテレビでやってたのがその東北のその震源地、その地震が起きたスポットですね。震源地がその東北の方で、本当津波が来るって言ってNHK でライブで流してたんですよ、テレビで。で今はちょっとあまりにもひどすぎる状況だったので、多分そのテレビの映像はほぼ残ってないというか、そのなんていうの、見せられない、禁止されてるみたいなんですけど、その津波が起こってる状況だから、普通になんか人とかがこの津波で飲まれたり、車が津波に飲まれたり、こう人が走ってる状況っていうのがライブでやってて、もう家族も今それがリアルタイムでは起こってるっていうのが分かってるんですけど、なんか現実なのか分かんなくて、もうみんなみたいな、どういうことみたいな、逃げ遅れてますけど大丈夫ですかみたいな感じだったんですよね。そう、今思えばすごく、なんていうんだよ、ショッキングなすごい本当に映像だったなっていうのがあって、それでその津波でねたくさんの人が亡くなってしまって、で原子力発電所が壊れたってなって、その大きな問題になったんですよね、東北って。もちろん今は東北は全然安全だし、東北のものをもちろん食べても大丈夫ですし、私たちも旅行に行ったりご飯食べたりは全然してますけど、まだまだもう2011年だからもう10年前ですね。ですけどまだまだやっぱりその東北の皆さん、特に東北の皆さんはね、大変な生活になってる人もまだまだ残っているという状況ですね。はい、それが10年前、私が一番大きい経験をした災害はやっぱそこでしたね。もちろん他にも災害っていうのはいろいろあって、日本である災害っていうのは、もちろん地震、そしてその地震と一緒に起こるのが津波で、あとは台風ですね。はい。で台風の災害は東京はやっぱりその建物の工事とかしっかり進んでるので、道路とかね、そこまでひどい災害はないんですけど、隣の千葉とかあとは九州の方とかは、時々ね大きな台風の災害にあったりしています。そうなんだよね。日本って本当に災害が多い国だなと思います。正直ね、他の国の災害っていうのは私はあまり知らないんですけど、日本はやっぱ多いとは思いますね。はい。皆さん怖いですよね。そりゃそうだよね。初めて日本に来て初めて地震を経験したらもうどうしようと思いますよね。うん。まあね、地震が来た時は正直もう私たちは慣れてるので、すごく大きい地震じゃない限りは普通の生活、あ、地震だ、なんか今日強いねみたいな、震源地どこだろう、ここかぐらいのレベルです。で調べてみると日本で地震って1年でね、だいたい1000回から2000回起きてるみたいですね。はい。そう考えると本当地震ってなんか日常茶飯事なんですよね。そうそうそう。それがいいのか悪いのか、慣れてしまっていることがいいのか悪いのかわからないんですけど、そこまで怖がる必要はないと思います。地震に関してね。ちょっと地震が来たから、もうやばい、死ぬみたいな思わなくて全然大丈夫です。っていうのも、今はその東日本大震災が起こったことによって、あの、日本全国で建物がしっかりその地震のための強い建物になったり、道路とかも全部工事をしたりして、かなり安全になってます。うん。でもね、今までに経験したことのない地震が起こってしまったり、大きい津波が来てしまうと、やっぱり怖いものはありますけど、災害は正直もう仕方がないかなって私は思ってるんですよね。だって自然だもんっていう。私たちにはどうしようもできない、止められないこと。はい。なので、正直どうしようもないですね。はい。で、災害のためにどんな準備をすればいいですかっていう話なんですけど、災害のための準備はもちろんたくさんあります。
1つ目は本棚とかあるじゃないですか。本棚って揺れて、倒れたりするとやっぱ危ないんですよね。なので本棚を上から止めるストッパーみたいなものがたくさん売ってるんですよ。なので、私の実家は全ての棚にそのストッパーをつけています。で、私の家は高いものが全然ないので、倒れたりするようなものがない。テレビぐらいだね。でもテレビは結構低いから全然大丈夫。あんま怖くないですね。あとは災害が起きた時にはやっぱり水とかがストップしてしまったりとか、食べ物とかが困るので、水を準備したり、食べ物、非常食を準備したりはしているかな。うち正直してないんだよね。しなきゃなって思ってるんだけどね。はい。した方がいいと思います。あとは、もし災害が起きた時に避難する。逃げるところを自分のその住んでるところがどこかっていうのをちゃんと調べておくのがいいと思います。私は自分の家の前に小学校があるので、そこなんですよね。はい。そこはちゃんと自分はそこに行くっていうのは理解してます。あとは避難経路ですね。自分の家がもしマンションだった場合、エレベーターが動かなくなるので、階段がどこにあるのかっていうのをしっかり把握しておく。その3つだな。うん。棚を固定すること、ご飯とか水を準備しておくこと、あとは避難経路、避難場所を確認しておくこと。正直その3つが一番大切かなと思います。はい。で、富士山の噴火に関してはマジでわからない。多分起こると思うんだけど、何年先なのか、私たちが死んだ後なのかもしれないし、もしかしたら来年、明日かもしれないし、本当にわかんない状況です。もうこれに関してはね、仕方がない。わかんないんだもん。うん。富士山も生きてる。はい。まあでも災害が怖いっていうのももちろんわかるんですけど、そうするとね、やっぱどこにいても災害っていうのは起こり得ることなので、はい。今言った3つをしっかりとしていれば、大丈夫とは言えないですけど、少しは安全かなと思います。うん、災害ね。やっぱ日本に来るってなるとやっぱ災害怖いって思いますよね。もう災害は仕方ないね。うん。地震はしょっちゅう来る。仕方ない。台風も来る。台風来たら外に出ない。それだけ。うん。あと海に行かない。っていうね。はい。私はね、どっちかというと災害よりもテロとか火事とか事件の方が怖いですね。うん、人がやってしまうことの方が正直怖いなと思います。うん、今ね、冬でね、大雪でかなり事故が起きてる。世界的にね、雪が降ってると思うので、皆さんそこは気をつけてくださいね。はい、東京はまだまだ雪が降ってないんですけどね。はい。そんな感じです。そんな感じで大丈夫でしょうか。はい。皆さんね、災害は本当にいつ来るかわからないので、いつ来るかわからないから怖いんだけどね。来たらしょうがないと私は思ってます。ね、皆さんの国にはどんな災害がありますか？ぜひ、よかったらね、コメントとかで教えてくださいね。はい。今日はね、そんなテーマになりましたけれども、リクエストありがとうございました。今日はこんな感じで終わりにします。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私の、ウェブサイトをチェックしてみてください。あと、本当にありがたいことに、どんどん字幕がね、増えていて、ちょっと私も初めてなので、うまくできてないことあると思うんですけど、皆さん字幕ぜひ利用してみてくださいね。はい。英語、中国語、韓国語で新しくインドネシア語、ベトナム語、ベンガル語、ポルトガル語を、作ってくれる方っていうのがいらっしゃいましたので、はい、できるだけ皆さんと一緒に作っていけたらなと思います。で、本当にお願いなんですけど、英語の翻訳できる方マジでもしねいたらね、私のポッドキャストを使って勉強できると思って、もしいたら
ご連絡くださいませ。はいっていう感じです。英語がやっぱ一番使われる言葉なのでね。あと、Twitter、Instagram、あと YouTube、フォローをお願いいたします。私のこのポッドキャストはビデオポッドキャストなんですけれども、Apple Podcast とか Spotify、アンカー、Google ポッドキャストなどいろんなプラットフォームでも聞けるので、そこで聞いていただいても全然大丈夫です。はい。もしよかったら星5とかねつけて5つけていただけたらいいなと思ってます。はい。あと Patreon こちらのメンバーも募集しております。はい。こんな感じかな。はい。では皆さん今年もよろしくお願いします。それではまた次回。さよなら。